やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、ヒディズスの新 USB DAC アンプ、ヒディズスの XO アンプだ。XO の名前の由来は簡単。ボタンが X と O だけ。これは、本体の再生やボリュームを制御するものではなく、2種類の設定済みのイコライザと、ライトを制御するものだ。X がライト回り、O がイコライザの切り替えだな。それぞれ反応よく切り替わるぞ。ライト？そう、XO アンプ。ゲーミングを名乗ることもあるくらいに光る。君のポケットがエレクトリカルパレードだ。X のボタンを押すと、それぞれの発光モードが即座に切り替わる。ボタンは短く押してもクイックに反応するんだけど、外出中はバッテリー持ちなどもあって、発光させない人がほとんどだと思うから、長押しでオンオフとかでもよかったかも。ともあれ、いつでも気軽に自分の好きなモードで光らせることができるのは、ノリを重視するゲームや音楽との組み合わせで重要だ。本体はすべて金属で作られていて、質感が良い。しっかり作られているけど、小さいので重量も気にならないな。本機はハードウェアボリュームを持っていないので、出力の小さいイヤホンで細かな音量調整をしたいなら、ボリュームを細かく調整できるソフトなんかが必要になる。とはいえ、後から対応できるので、気にならない人には気にならないはずだ。個人的に、USB DAC を購入する上で、すごく重視しているポイントがあるんだけど、それは、本体からケーブルが直接生えていないこと。XO の場合は、USB-C ポートが用意されている。ここに任意の長かったり短かったりするケーブルを組み合わせられるわけで、取り回しの選択肢が広がるぞ。それ以上に重要なのが、この手の USB DAC って、ケーブルが至ってくると、USB-C ケーブルの接続が不安定になってきて、本体との間で通信がプチプチ切れて、音が止まったり、一瞬接続が解除されて動作が不安定になったりすること。XO の場合は、このケーブルが交換できるので、この手の不具合が出たら、PC で使うしかなくなる、といったシチュエーションがない。これは USB DAC を選ぶ上で結構重要な要素だと思うぞ。今回はローズゴールドカラーのものが届いてるけど、この他、ブラックとシルバーが選択できる。そっちの方がゲーミングライトとの相性は良さそうだ。スペック的なところでは、2.5mm バランスと 3.5mm アンバランス出力に対応してる。2.5mm バランスは、XO に関して簡単に言っちゃうと、ステレオ出力の右と左で独立した回路を持ってる、ということだ。本機はスマホなどから受け取ったデジタル信号をアナログに変換し、それを増幅する、という仕事をする機械なんだけど、デジタル信号を受け取るところから、チップごと別の回路が3つ並んでるわけ。ちなみに、シングルエンド、3.5mm、アンバランスの時は片方だけ仕事するぞ。なので、出力と左右の音がくっきり分かれる、という2点で、バランスの方が有利、というわけだ。よくわかんない人はついてるとお得、くらいに考えるとよろしい。また、本機は、ハイレゾ相当の音楽も余裕で再生できるスペックを持っている。最近はストリーミングでもハイレゾ音声を取り扱えることが増えてるので、それらをフルポテンシャルで聞きたいなら、XO みたいな USB DAC は必須だ。特に、XO はそれらの音をより細かく表現できる正確な音作りとなっていて、普通のスマートフォンに直接接続する場合よりも音質の変化が感じられやすく、満足度の高い DAC になるんじゃないかな。それから、MQA という、より高音質、低負荷、低容量な音楽再生フォーマットにも対応する。意識して購入しないと触れることの少ない形式だと思うけど、よくわかんない人はできること多いんだからついてる方がお得、と考えよう。最近はこの MQA に対応させたアップデート版、みたいな機種も多くなってきてる。国内ではそれほど盛り上がってないけど、海外ではポツポツ MQA で聴ける曲が増えてるぞ。そんなわけで、基本性能は十分、取り回しもよろしい、あとは音質だ。この XO に採用されているのは、ヒディズスの AP80 Pro X という小型音楽プレイヤーに搭載されているのと、ほぼ同じグレードの DAC。これをつなげれば、ちょっとした音楽プレイヤーと変わらないスペックを、スマートフォンなどにもたらすことになる。実は、AP80 Pro X などの音楽プレイヤーも、最近は大抵 USB でつなげて、スマホの音声をそのまま流すモードがあるんだけど、それらと比較して、この XO で再生した場合、遅延が全く感じられない。AP80 Pro X などの USB DAC 機能は、あくまで音楽を聴くためのもの。こちらは、映画やゲームをやっても全く問題ない遅延なので、スマホと連携して使うことが前提なら、XO の方がおすすめだ。で、肝心の音色なんだけど、XO はかなり個性的な音色の味付けになっている。感触傾向が強く、くっきりさっぱりとした鳴り方で、インピーダンスの小さな、
つまり、音量が取りやすくてノイズが乗りやすいイヤホンでも、ノイズが乗らない。ここら辺は扱いやすくて大変よろしい。音色の方は、高音、低音が強調され、エネルギッシュ、かつ、音色の残響が少なく、カチッとした鳴り方で、バランス出力でより左右の音色がくっきりと分かれるので、いかにもくっきりとした音、という印象だ。デジタル音楽なんかははっきりと聞き分けができるようになっていて、より印象深く聞けるんじゃないかな。また、録音で細かなところをくっきりと聞きたい時にも、このキャラクターは有利だと思う。Oボタンを2回押して変化させるイコライザは、どうやらフィルタくらいの意味のものらしくて、あんまり大きな変化をもたらさない。もっとバスブーストボタンみたいなのを期待してると拍子抜けするかも。よく聞いて、好みの方を選択しよう。全体に、ヒディズス S3 プロなどに近い鳴り方。あちらもくっきりはっきりとした鳴り方が魅力の商品だったので、今回の XO も、その傾向を引き継いでいる、ということだな。ちなみに、ヒディズスのイヤホンは、XO が持っている、さっぱりくっきり、力強くなる傾向とは正反対の、柔らかくて、全体がまとまった鳴り方をするものが多いので、足して割るとちょうどいい塩梅になったりする。MD4 がハキハキ鳴り出したり、MS2 マーメイドももうちょっとさっぱりした鳴り方になったりするな。もちろん、ヒディズス製のイヤホン以外でも、しっかりとそれぞれの個性に XO の個性をプラスした鳴り方になるぞ。個人的には、よりくっきりはっきりとした音で音楽を聴きたい、と思ってる人におすすめだ。最初から高音域がピーキーなイヤホンと合わせちゃうと、若干高音がやかましくなるかもな。それに負けない低音域、ボーカルのパワフルさも引き出すアンプなので、小さくても強烈なのが欲しい人におすすめだ。ちなみに、ほぼ同じ DAC を使っている、ヒディズスの AP80 Pro があるんだけど、それに比べると、標準状態でフィルターが1枚取れたような音色だ。あちらの方が暖色表現への対応力があるけど、こちらはよりドライでわかりやすい音に仕上がっている、という印象だな。どちらが良いとは言えないけれど、どちらも小型ながら、しっかりと出先の音楽環境を構築できる一台になっている。ぜひ、検討してみてくれ。といった感じで今回はここまで。